いろいろね、お話をお伺いしましたけども、階段の方なんですけども、今日はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか？外食チャンネルの方で、例えばお店に撮影に行って、で、そこの店主の方だとか、常連の方だとかと、仲良くなった時に、私、ちょっと怖い話とか、ね、お化けの出る話とか、そういうのを集めてるんですけども、何かあったら聞かせてもらえませんかっていうことで、よく収集のそのスタイルで言ってるんですけはい。ども、いろんなお店に行って聞いてみると、僕だけかもしれないですけど、面白い統計が取れて、世代問わず、いろんな、方がお店って経営されてるじゃないですか。はいはいはい。若い方もいれば年配の方も経営、うん。それは当然のことなんですけど、例えば、なんか若い店主とかがやってて、常連さんも若い方がたくさんいるっていうお店で、なんか怖い話ないですかっていうと、いやー、あんまりそういうのないですねっていう答えが返ってくるのが結構多いんですけど、はい。あの、それとは逆に、年配の店主さんがいて、その客層とかも年配の方が多いお店に行くと、結構面白いとか、興味深い話をたくさん聞かせていただけるんですよ。なんかもしかするとね、やっぱこう年をそう、重ねられてるそうです分、人生ね。経験もあって、その中で不思議な体験もいくつか入ってくるって感じなんですかね？はい。で、その中で、ここ2、3年の間なんですけどはい。も、その聞いた中で、僕が一番なんかこう、わけわかんなくて強烈なお話が一つあるので、はい。ちょっとさせていただきあ、たいんですが、ぜひ、もうね、たはい。くさんお話をお持ちの中で、今はい。日は一番強烈だった強話。烈というか、本当にこう説明がつかないうん。というお話なんですけど、ある居酒屋の常連さんで仲良くなった中村さんという、もう当時もう60代の方だったんですけども、その男性の方がしていただいた話なんですけどはい。も、その昔中村さんって、ある地方の方で、うん。ある会社の倉庫内業務の仕事をしてたそうなんですよ。はいはいはい。仕事をしてて、年末になって、その倉庫内の業務が、年末年始のお休みに入ることになうん。ったんですね。当時もすごく若かったもんですから、年末年始、何もしないでいるのは、ちょっとつまらないなって思ったそうなんですよ。そしたら、同僚に仲のいい井上さんというね、はい。男性の方がいて、その井上さんと話して、隣の県がちょっとした温泉街とかになってるから、遊びに行こうよってこう計画をこう打診したそうなんですよね、井うん。上さんに中村さんが。そしたら、井上さんから返ってきた答えっていうのは、いや、行きたいのはわかんだけど、時期考えてって言って、今、年末年始だよってう言って、ん。旅館とかホテルとか、おそらく予約いっぱいでどこも泊まれないよって言って、ボロい車だけど持ってるし、日帰りでもいいから温泉ぐらいは入りに行こうようん。って言って、で、ああ、わかった、じゃあ行こうかってことで行ったそうなんですよね。はい。思いっきり楽しんで日帰りだけど帰ってきたそうなんですよね。はいはいはい。で、その帰り道の途中なんですけど、中村さんが車を運転してたんですけど、道は分かってるはずなんですよ。分かってるはずなんですけど、気がついたら、どこをどう間違えたのか、全然記憶にないとか、知らない道を、林道みたいなところをずっと走ってることに気がついたっていうんですよ。当時、それ、どのくらい前の話かっていうと、90年代前半の話なんですよ。はあ、じゃ、で、今からもうもうそうなんです30よ。年。そうです。はい。当時車の中に、あの、カーナビなんていうものはなかったので、あまり普及もしていなかったし、ええ。紙の地図を広げても、そもそもどこを走ってるのかわからなういから意味がんうんうん。ないんですよ。はいはい。で、どうしようかなって二人で相談した時に、中村さんがちょっとスピードメーターのとこ見て、あ、やばいと思って、どうしようと思って、ガソリンがないうと思って、わあ。もう、中村さんの話によると、どのくらいだったんですかって、もう、エンプティーラインスレスレだったんだよって言って、はあ。これはまずいなってことで、でもわからないから、とりあえず走ったら、ちょっとだけ開けた道に出て、なんか、田んぼとか畑がたくさんあるところで、ちょいちょい街灯がついて通りに出たって言うんですよね。うん。で、とりあえず、道がわからないから、で、ガソリンもないそうし、ですね。このまま走ってたら、ちょっとまずいことになってしまうので、二人で相談して、とりあえずここに止めて、とりあえず明るくなるまで待ってよと。うん。うん、明るくなったら人も来るかもしれない、通るかもしれないから、
とりあえずここで朝まで過ごそうってことになったそうなんですね。はしばらくしたら井上さんが、連れの井上さんが、ごめん、俺ちょっとおしっこしたくなっちゃったって言って、そうなのって、ちょっとごめん、我慢できない、ちょっと行ってくるって言って、いけないことなんですけど、だからその辺で立ちションしてくるって意味ですよね。で、車を出て、前の方に歩いてったそうなんですよね。車内、中村さん一人っきりになって、ちょっと知らない道を走ってたり、不安になったりして、なんか気が張ってたのかもしれないって言ってたんですけども、ちょっと疲れが出てしまって、ふーっと寝ちゃったって言うんですよ。はい。で、すぐパッと、あって気がついて、ちょっと寝ちゃったなと思って、朝になったら、井上に運転変わってもらおうかなっていうふうに思ってて、大室にこう隣見たら、井上さんがいないって言うんですよ。あいつ、まだ帰ってこないのかな、なんか30分ぐらいもう経ってんじゃねえかなって思って、大室に時計見たら、井上さんが、ちょっと行ってくるって出た時は、夜中の12時半過ぎてたらしいんですけど、はい大室に中村さんが時計見た時、もう夜中の3時近くだったって言うんですよ。じゃあもう3時間近く。あいつどこ行ったので、いないから、心配になっちゃって、はい。たまらず中村さん車降りて、とりあえず井上さんが歩いて行った方向に歩いてみたっていうんですよ。探しに行かないとね。探しに行って、はい、で、30分くらいは歩いたと思うって言ってたんですけど、そしたら前方に、なんかこう、小屋らしき建物が見えたっていうんですよね。で、その建物の中から、なんかオレンジ色の光がポワーっと漏れてるのが見えたんで、あれもしかしたら人いるのかなって思って、なんか中村さん吸い寄せられるようにそこを近づいてったって言うんですよ。直前で近づいた時に、そのオレンジ色の光が突然ふっと消えたそうなんですよね。はい。で、この建物は何だろうってこう見た時に、で、僕が話聞いてた時にですね、どんな建物だったんですかって聞いたら、いやー、なんというか、どう説明していいのかな、あの建物はって言って、扉がないんだよって言うんです。扉がないってどういうことですかって言って、吹きさらしなのって言うんですよ。吹きさらし。それもわからないから、ちょっと、なんかイメージつかないですね。どういう感じなんですかって言ったら、よく昔の映画かなんかのワンシーンで出てくる田舎道にポツンとある待合室付きのバス停みたいな感じあるだろうっつって、ああいう感じの小屋があった。で、入り口があって、別にドアがなくて、ああいう感じだったんだよって言って、じゃあそれどんな建物、いや、それがわかんないんだけどって。屋根があって、何か書いてあるらしいんだけど、相当古い建物なんかもう、はけちゃって見えないって言うんですよ。気になったもんだから、中村さん、ちょっと中入ってみたって言うんですよ。で、中入った時に、ちょっとおかしな感覚がしたって言うんですよ。どういうことですかって聞いたら、その入った時って12月の後半なのねって。当然のように外寒いでしょって言われて、いや、そうですね。もうかなり寒いんじゃないですかって言ったら、ドアがなくて吹きさらしのはずの小屋のはずなのに、その小屋入ったら中生あったかいのって言うんですよ。だって普通にね、そうなんですよ。前は全部開いてるわけですもんね。開いてるわけですから。バス停みたいな感じですもんね。そうなんですよ。で、生あったかい、その小屋の中だけですかって言ったら、そうなんだよって言って、中入ってみたら真っ暗なんだけど、とりあえずなんか、辺り見回したら、自分の横でカサカサなんか動く音がして、なんだと思って横を見たら、なんか、黒い塊があるって言うんですよね。何ですか黒い塊は。いや、黒い塊があって、よく見ると、なんかピクピク動いてんのって言って、何ですかそれって。で、中村さんが近くにそーっと近づいて、見てみたら、びっくりしたって言うんですけども、それ2時間以上前に、おしっこしに行った井上さんが、膝抱えてうずくまってたって言うんですよ。お前、何やってんのって言って。ね、どうしたのって声かけても、井上さん、意識はあるようなんですけど、なんか目の焦点が合ってなくて、何か言いたそうなんですけど、言葉にならないみたいな感じで、
ってずっとなんかこう膝抱えてるって言うんですよ。井上大丈夫大丈夫ってやってる時に、中村さんがあるちょっとことに気がついたって言うんですけど、井上さんに声かけてるじゃないですか。声かけてるんだけど、その中に、明らかに何て言ってるかわからないんですけど、小屋の中で、女性がボソボソ話す声が聞こえるって言うんですよ。なんかいろんなあちこちで、カチャンカチャンと音がしたりするので、なんだろうこれって思って。で、とりあえず、井上さんをぐーっと起こしたって言うんですよ。はい。とりあえず歩けはしたみたいなんですよね。で、とりあえず行くぞって、もうこんなところなんでいるのお前って言って、で、行くぞって言ってこう引っ張って連れてったんですけど、で、その小屋を出る時なんですけども、そこって小屋の前、薄暗い街灯があはいはいはい。って、小屋の前ちょっとぼやーっと照らしてるって言うんですよ。急に、その時折聞こえてた女性らしき声っていうのが、はっきり聞こえたって言うんですよ。はい。で、なんて言ってたかというと、突然後ろから、わかりますかって声かけられたんです。わかりますかって声かけられて、ちょっとびっくりして固まっちゃって、その場は動けなかったって言うんですけど、その街灯に照らされて、中村さんが井上さんを抱えた影のシルエットが見えるんですけど、その横に明らかにもう一人いるって言うんですよ。ほで、その影がわかりますかって言ってるって言うんですう。よ。へで、影見ると、なんとなく女性なのかなっていうのが分かったって言うんですよね。中村さん怖くなって、もう井上さんを半ば引きずるようにして、とりあえずもう行こう、とりあえず行こうって言って、車があった方向にはいはいはい。急いで行って、えようやく車に戻ってきえ。て、なんとか井上さんを助手席に乗せたんですよね。はいはいはい。で、井上さん相変わらずずっと、ああ、みたいな感じだから、もう気味が悪いから、とりあえず、ここを離れようって言って、ガソリンないけど、とりあえず、走ろうと思って、まっすぐとりあえず走り続けたって言うんですよ。はいはい。そしたら、急にまた通りに出たって言うんですよ。住宅街があって、先にコンビニが見えるって言うんですよ。ほうほうほう。あ、よかったと思って。で、コンビニの駐車場に止めて、で、井上こんなんだから、どうしよう、ちょっと、缶コーヒーでも買ってこようかと思って。まず、それもあったし、まず店員さんに、自分たちは今どこを走ってるのか聞きたかった確認したいでから、すよね。店員さんがいたので、店員さんに聞いたら、店員さん親切で、これ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 、ここ行けば、県道の方に出れますよっていうのを教えてもらったっていうんですよ。で、ちょっと安心して車に戻ってきたら、助手席に座ってる井上さんが、なんか、キョロ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 してるって言うんですよ。で、ドア開けて、おーいって言ったら、おーって言うんですよ。なんか普通に喋れるって言うんですよ。ほうほうほ大丈夫なの何大丈夫って言うかって。いやいや、これこれこういうことがあったって言ったら、井上さんから聞いた話は、井上さんは、おしっこをしに、車出たところまでは覚えてるそうう。なんですよ。でも、その間の記憶がすっぽり抜けてるんですよね。で、今気がついたって言うんですよ。で、いやどんなに聞いても覚えてないって言うから、拉致が開かないなと思って、で、まあ、こいつが無事なだけいいかと思って、その日は家に帰ったそうなんですよね。年が明けて1月4日、最初の出勤日の時に行ったら、井上さんが出勤してこないって言うんですよ。はい。井上見たって言っても、いや、まだ来てないんじゃないって言って、で、上司にちょっと聞きに行ったら、あいつ朝早く電話あってね、なんか、具合が悪いから、一日休ませてくれって連絡あったのよって言って。あ、そうなんだ。あいつ体調壊したんだと思って。でも、年末のことが気になるもんだから、仕事が終わって家に帰ったら、井上さんのうちにちょっと電話してみたって言うんですよ。はい。電話したら、とりあえず、電話には彼出たって言うんですよね。今日休んだみたいだけど、いや、ちょっと、朝起きたら、頭とか痛いし、体も思うように動かなくて、いや、大変だったんだよって言って。病院行ったって言ったら、行ったって言って。いや、でも、お医者さんどこも悪くないって言うんだよね。俺こんなに苦しいのにって。だから、さっき会社に電話したのって言って。
なんてって言ったら、いや、ちょっと治らないから、あと2日ぐらい休ませてくれって電話しといたって言って。あ、そうなのって、大丈夫って、あんまり無理しない方がいいよって、一通り話し終わって、じゃあねって電話切ろうとした時なんですけど、あの、中村さんちょっとずっとしたって言うんですけど、はいはい。電話切ろうとした時に、井上さんその電話口の向こうから、女の人の声で、わかりますかって聞こえたって言うんですよ。で、ガチャンって切れたって言うんですよ。あのことがあって空耳だとは思いたいけどっていうふうに思ってたそうなんですけど、2日経っても、はい。井上さん出勤してこないって言うんですよ。心配ですね。 3日も4日も1週間も無断欠勤が続いて、さすがに会社で心配になって、中村さんと主任が彼の家に行ったそうなんですよ。はいはいはい。鍵がもちろん閉まってて、ノックしても誰も反応がないって言うんですけども、そしたら、隣に住んでるおばちゃんが顔出したって言うんですよ。はいはいはい。私たちこういうもんですけども、ここの住人どこ行ったかわかりませんかっていうの聞いたそうなんですよ。はい。いや、わかんないって。いや、でもさ、大家近くに住んでるよって言って、当時の話ですが、ちょっと個人情報がちょっと緩かったので、簡単にそういうのを教えてもらえたって言うんですよね。で、近くに大家さんが住んでたから、大家さんのところに行って、事情を話して、大家さん立ち会いのもと、鍵を開けて、中に入ってみたって言うんですよ。そしたら、井上さんはいないそうなんですけど、家財道具とかが、本当に放置しっぱなし、ついさっきまで生活してたような感じが残ってるって言うんですよ。で、そのまま井上さんが見つからないから、会社の方で井上さんの実家に電話したんですけども、実家にもいない、帰ってないって言うんです。で、家族が捜索願いを出したんですよね。それでも井上さん見つからなくて、中村さんが言ってたんですけど、30年以上経った今でも井上さんわからないままだって言うんですよね。未だに行方不明。未だにどこ行ったのかわからない。個人的にインパクトの残ってる話があったので、ちょっと今ご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんか話聞いてると、その30年前ですか。そうですね。車でね、帰り道温泉からの、なんかこう異空間というか、別次元に行ってしまったかのような。ちょっと今話し忘れて余談なんですけども、これちょっと後日談があるんですけど、中村さんどうも気になるもんだから、夏に有給取って、その場所に行ってみようと思ったそうなんですよ。で、その道を聞いたコンビニまでは分かったから、確かこの道をまっすぐ来たと思って、車で走らせたんですけど、結構走ったそうなんですけど、とうとうその小屋らしき建物は見つからなかったって言うんですよね。夏の林道からってことですよね。そうですね。はい。コンビニは見つかったんですか？コンビニは見つかったみたいなんですけど。そこだけちょっと時代も違うような。そうなんですよね。異空間に迷い込んだっていう考察もあれば、これもちょっと、と思ったんですけど、宇宙人にさらわれたんじゃないかとか、そんなことを言う考察をしてくる人もいて。あと僕は狸に化かされたんじゃないかっていう。それもありますね。で、中だけ生温かいっていうから、狸がバス停に化けてたから、中だけ体内みたいな感じで暖かかったんじゃないかとか。ただ、人一人ちょっと行方がわかんなくなっちゃってるんで、これはちょっと、尋常じゃないお話だなって思ったのが、そうですね、印象深かったですね。謎として残るのが、謎の女性の声ですよね。そうなんですよ。わかりますかっていう。そうですよね。それが、バス停でも聞こえたわけですし、あとは電話の向こう側でも聞こえたわけですよね。ってなると、バス停にその存在がいて、その、女性なのかが、家までついてきてたわけですよね。かもしれないですね。で、電話した時に横にいて、またわかりますかというふうに言ってきていたわけですよね。で、そのわかりますかという言葉は、こっちに対して言ってるわけですよね。何がわかりますかって聞いてたんでしょうね。それなんですよ。で、中村さん言ってたのは、あの時小屋で、もし俺が井上を抱えたまま、後ろからわかりますかと声をかけられて、振り返ったらどうなってたんだろうっ
って言ってましたね。自分の存在がわかりますかってことだったんですかね。かもしれないですよね。ああ、今見えてますか？電話で聞こえてますか？私のことわかりますかっていう。はい。確かに、それ聞いてね、わかりますって言ったもしかしたら僕が考えるに、井上さんは、わからないその存在に、何らかの形によって見られてしまったのかな、とも思ったんですよね。そういうお話聞かせていただきました。いやー、まあでもちょっとね、行方不明になってしまったってことでね、とてもまあちょっとね、そうですね。家族からしても、はい。って話ですけども、あありがとうございました。ありがとうございます。